どうも、単独歩行者です。先日、このパニガーレに乗り始めてから1年が経ちました。また、この1年で走った距離も1万 km になり、1年点検も終わったので、そのあたりの結果をお伝えしつつ、改めてレビューをしていきたいと思います。レビューの内容については、悪い点の紹介が多くなると思いますが、そこが気にならない人にとっては、全てが良い点と言える極端なバイクですので、参考にしていただければと思います。それでは早速ですが、定期点検整備の結果から見ていきましょう。それでは、まず定期点検整備でどのあたりを見ているか、各項目はこちらになります。この内容はメカニックからの説明時に聞いた内容のため、点検整備内容の全てかは分かりませんが、主な内容は網羅されているかと思います。内容が気になった方は一時停止して確認してください。気になる点検の結果ですが、古いドゥカティの動画でよく見るエンジンオイルの漏れや冷却水の噴き出しなど異常はありませんでした。また、サスペンションの作動にも問題がなく、オイル漏れや損傷もないです。その他の主要項目も調整してもらった部分はありますが、おおむね不具合が出ている部分はありませんでした。一部不具合があった点は、以前の動画でも挙げたバッテリー不調とエンスト症状の2点です。まず、バッテリー不調の原因はバッテリー本体でした。直接の原因は不明ですが、バッテリーが膨張してしまい、充電がまともに行われていない状態でした。今回は先日コメントでアドバイスいただいていたレギュレーターには異常はありませんでした。次にエンスト症状の原因については、チャコールキャニスター不良によるものだそうです。こちらはガソリンの入れすぎなどでガソリンがキャニスターに回り込み壊れたようです。これらは使用方法が悪いことによる不良だったりするので、ドゥカティだから壊れたというわけではなさそうです。つまり、もはやドゥカティは壊れないと言っていいのではないでしょうか。どうですか、パニガーレが欲しくなってきましたか。それでは次に1万 km 走った感想です。はじめに、私はパニガーレを納車してからこの1年、1万 km 乗り回してきましたが、全く不満がありません。そのため、レビューの内容に偏りがあるかもしれませんが、できる限りフラットなレビューを心がけますので、お願いします。ではまず1つ目ですが、車両価格が高すぎる、です。パニガーレ V4 を購入検討している方は、他のリッター SS と比較する場合もあるかと思います。主なメーカー別のリッター SS の価格はこちらです。ご覧の通りパニガーレ V4 の価格は約300万円で、外車税の S1000RR と比べても50万円ほど高いです。また、リッター SS 最安値の GSX-R1000R と比べると85万ほど高くなっています。パニガーレ V4S になるとさらに高額で約380万円ほどとなります。今例に挙げたバイクはどれも最高の SS だと思いますので、私の技術や感覚ではこの価格差を体感できないと思います。あとはデザインやシリンダー配列形式の違い、メーカーのバックボーンなどが検討材料かと思いますが、それらでこの価格差を納得できるかは難しいところですね。2つ目ですが、各パーツが高い、です。こちらは1つ目にも関わる話ですが、パニガーレに関わらずリッター SS は消耗品、アフターパーツ含め、パーツ単体の値段が高いと思います。動画冒頭で話したバッテリーの値段ですが、パニガーレ V4 はリチウムイオンバッテリーなので高かったです。その他にも前後タイヤは10万円、スリップオン交換で30万円、上げればキリがないですが、どれも高いです。この点は他の SS でも同様かと思いますが、車両本体価格が高い分、他の SS よりも支払いは多くなるので、この辺りも検討材料としていただくのが良さそうです。3つ目ですが、気を使わないといけない、です。こちらは過去の動画でも何度かお伝えしていますが、
エンジンが高温になった時にストールする現象が出たり、たびたびエンジンチェックランプが点灯したりします。またエンジンがあまりにも高温になるとメーターに驚異的な警告が出るので、渋滞に巻き込まれるわけにはいきません。高速巡航をしている時にこれらの症状が出ないことを考えると、そもそも低速でダラダラ走るようには作られていないということなのだと思います。他メーカーの SS にはついているような快適装備が全くついていないことを考えると、完全に走り特化型の SS なのだと思います。私はむしろその辺りに惹かれたのですが、人によってはかなりフラストレーションがたまると思います。ここまで来ればパニガーレを買おうと思っていた気持ちがだんだんなくなってきたかもしれません。さらに付け加えると燃費も非常に悪いです。まるで穴の開いた財布を使っているかのごとく燃料代がかかります。それでもなおパニガーレが欲しいと思っている方が気になることといえば、自身に扱えるのかという部分ではないでしょうか。こちらに関してあくまでも公道走行の話に限りますが、パニガーレ V4 は誰にでも扱いやすいバイクと言えると思います。理由としては優秀な電子制御がついているからです。各制御が何を行っているかは割愛しますが、この電子制御の恩恵のおかげで私でも問題なく運転ができています。前述した弱点も愛おしく思えた人は臆せず乗ってみてください。きっと楽しめると思います。冒頭の点検整備の話とレビューについてまとめると次のようになります。パニガーレ V4S は意外と壊れない。パニガーレ V4S は悪いところが多すぎる。パニガーレ V4S は誰にでも扱いやすい。弱点が好きになれるなら最高のバイクです。弱点ばかりを話しましたが、実際に乗ってみないと良さが分かりづらい稀有なバイクなのだと思います。と、本日はこんな感じで1年点検の結果と1万 km レビューを行いました。なかなか手間のかかるバイクですが、長い付き合いになると思いますので、大事に乗っていきたいと思います。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では、また次の動画で。